平泉で死んでませんね。私は祖先が平井の一人だった。おお。海を渡れば大陸ですね。大陸です。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。声でか。ごめんなさい。マネクマチャンネルのタカです。ストレッチハンターのちくわです。ストレッチハンタはい。ストレッチハンターです。ズケヨン。なぜ半袖なんですか？今日は宮古に来たから半袖です。宮古といえば半袖。僕は寒いんで、パーカー着ておりますけども。はい。宮古ってね、宮古島じゃないですよ、ここは。だから私半袖着てきたんですけど。バカか。岩手県、ここ。あ、ここ岩手県？東北、岩手県の、そうですか？宮古なんですよ。私、沖縄の宮古に行くものだと思って半袖、宮古は半袖。勘違いしましたね。そりゃ寒いよ。いや、通りで寒いな。通りちょっと寒いなと思った。鳥肌立ってますよ。大丈夫ですか？大丈夫です。鳥肌立ってますけども。今日一日半袖で行きます。この宮古に来た理由っていうのはね、もちろん源義経を追ってきたわけですけども。そういうことか。はい。前回、岩手県平泉。行きましたね。はい。その時に、はい。死んだか死んでないかを、ね、探しに行ってきたんですけど、五分五分でしたよね、結構。そうですね。生きてるともまだわからない。そうですね。そういう状況だったかなと思います。はい。じゃあ、生きてると仮説をね、立てて、ここに来たわけですけども、生きてた場合、ここに来るまでのね、ルートというのがあったわけですけども。ありましたよ。どこを辿って、この辺にやってきたかというのはわかりますか？わかります。伝承というか、言われですけど、平泉等の釜石でここ宮古っていう順に来たと言われてます。そうですね。はい。そして今日は宮古にやってきたわけですね。やってきました。今回ね、どんなことが見つかりますかね。楽しみ。楽しみです。はい。非常に楽しみです。はい。じゃあ、早速ね、行きましょうか。義経の生きていた奇跡を追っていきたいと思いますんで。行きたいよ。楽しみ。はい。それでは、はい。行ってみましょう。スタート。スタート。いや、こっち。どっち行くの？こっちですよ。こっち？こっちだと思います。ほんま？はい。俺こっちだと思う。ちょっと待って。どこ行くんですか、今から。宮古島。はい。やってきました。やってきましたね。もう、書いてあります。半岩稲荷神社。どうぞ。はい。半岩稲荷神社です。たかちゃん行くんですか？行けます？苦手ですよね、稲荷。稲荷、僕、ちょっと苦手なんですね。ですよね。基本的には稲荷は行かないように、してるんですけど、僕見たら大体わかるんですけど、ここは大丈夫そうですね。あ、本当ですか？宮司さんとお話をして、貴重な資料も見せてもらえるかも、みたいな。見せてもらえるでしょう。一個聞いていいですか？いいですよ。人脈は駆使したんですか？ですね、僕の非常に多くの人脈を駆使してですね、今回ね、駆使した。パワーポイントをね、パワーポイント？パワーポイントではありません。だって。アポイントを取得することが、できましたけども。わかりました。行くということは、でも時間的に今日ここに行ってしまうと？申し訳ございません。お昼ご飯を食べる時間はございません。ハードスケジュールで動いておりますので、すいませんね。でも食べたいんだったら全然ここ行かなくて。行きます。ですよ、昼ご飯抜き。昼ご飯抜き。行く。でもそれでも行く。昼ご飯抜き。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょうか。行きましょう。階段なし。ドン。神門もじゃあ、笹林道で。じゃあ、稲荷さんやから違うのか。なんで稲荷さん信じてたから？そこが結構謎なんですよ。ご由緒だと、最初から半岩稲荷っていう、伏見大稲荷さんから、ちゃんとご分霊として神様を託したのは江戸時代中期。その前から稲荷神社ってことにはなってるんですけど、はい。そこの由来はちょっとわからないんですよ。半岩はやっぱり義経だから、取ったっていうのはあれなんでしょうけど、そこがもともと神社があったことは、ぽいんですよね、そこは。で、稲荷神社だったかはちょっとわからない。だけど、もう戦国時代とかにはもう半岩稲荷っていう名前になってるので、ここは最初の方の方になるんですけど、半岩稲荷というところがあるって書いてあって、万の国でも半岩稲荷っていう神社は見当たらないって書いてあるんですよ。で、それは源の定位って
義経が来たからだっていうふうに書いてあって、江戸時代と幕末高に2回ぐらい火事になってまして、それでもう、いろんな宝物とか古文書とかがほとんど焼けてしまって、記録に残ってないみたいなんですよね。はい。これがもともと残ってたものですか？これはもともと残ってたものですね。へー。書いてますね。書いてますね。ちなみになんで調べられてるんですか？義経。好きだからってことですか？もともとは、僕がその神社の本庁の方だったりとか、はい、知り合いがいまして、はい、で、高校生だと中学校、高校で義経は平泉で亡くなったっていうようなことをもう習ってたと思うんですけど、それを聞いて、いや、どっちがほんまみたいな、あったりはしたんですか？うちはもう生き残ってる説で、ずっと父親がですね、完璧に信じていただいてるはい、だったので、もう家ではそれが普通でした、ね。はい。いやいや、亡くなってないよって、あそこではって。その伝説についてはどう思われるんですか？私はもちろん、祖先がここに残った家来の一人だって言われているので、もちろん信じているんですけど。はい。これだけ記録が残ってるので、間違いないことだと僕は思ってるんですけど。そうですね。大学の先生から言わせると、迷信だとか、そうですよね。っていう風になるんで。それはもう、この辺りに住んでる方も、そんな感じ？そうですね。多いと思いますよ。義経を、ねぎらった人たちの子孫末裔ってことなんで、っていうので、すごい誇りに思ってらっしゃるので、特に熱心ですね。あ、そうなんだ。久野辺正実の乱っていうのが戦国時代にあった時に、浅野蒲っていう戦国大名が個人的に都に来て調べてるらしいんですよ。義経の神社だっていうので。っていう記録が残ってるらしいので、だからその時にはもう完璧にその義経の由来だっていうのはもう確実ですよね。確実やん。だけではそういう由来を調べることはないですか？そうですね。サーモグラフィー。金属を調べるようなごめんなさい。やつを。はい。金属調べるやつみたいなやつを、こう、なんか土に、こうやってみたら、なんか、あったみたいです。確かにこの神社の下に、何かしらの金属が埋められてるぞっていうのは、確認ができたらしいです。そうなんですか。はい。行ってきました。ちくわさんのこの表情を見ればわかるんじゃないですか。最高。見れました。いや一応ここ言われでは義経が甲冑埋めたっていうのがありましたけど、もうここに来ないと来れない情報が得れましたね。まあ非常にね、濃い情報が得れたんじゃないかなと思いますね。実際に甲冑はあるのかとか、そういった詳しい話も聞けましたし、まあどういった方が調査をしてどうなったかとか、まあそういった話も聞くことができましたけども、ここはね、公開できないということでね。何？言えるんですか？その事実は。言えるでしょ。言えるんですか？何？甲冑あります。甲冑あります。地下にね、埋められているというのが、まあ分かっておりますので、まあそういった、まあその甲冑がね、誰のものかっていうのは、まだね、定かではないかもしれません。義経ですけどね。なんですけど、実際にね、それを掘り起こしたわけではないので。そう言ってましたね。わかりませんけどね。でも、それだけではなくね、甲冑だけではなく、書物もね、ありました。見えましたね。もうあること書かれてましたよね。気がつきましたか？もちろんです。さすがです。蝦夷に行く道を記していたと。そうですね。はい、書いておりました。まあ、蝦夷に行く道、まあ、それをね、記しているということは、まあ、この後、蝦夷にね、まあ、向かっていくことになると思うんですけど。平泉でいっぱいキンキラ系見てきたじゃないですか。金色堂ね。金色堂。はい。蝦夷とか、まあ、大陸とかのつながりが少し、金を輸入してたっていうところで、もしかしたらそうじゃないかっていうふうに推測を2人でしてましたけど、そうですね。結構それが現実的になってきたんじゃないですか。まあそれが蝦夷、まあそのね、先には大陸があるわけですけども、金がね、日本でそんなに取れないですよね。そうですよね。でも金っていうと、まあ2020年のデータですけども、金の採掘量に関しては3位がロシア。3位がロシア。2位がオーストラリア。オーストラリアですね。はい。1位が中華人民共和国。中華人民共和国ってことはもう行っちゃってるよ。そちらの方に
ね、このね、金色堂というところを起点にですね、最終的に行き着くのは大陸のその辺りなんじゃないかというふうに考察をしているわけですけどね。そうです。で、それの一つのピースが行ってきた半貝稲荷神社にありましたね。しっかりとそのことは書いてありましたね。書いてましたね。一つのピースを見つけた気分です。楽しくなってきましたね。ピースというか、もう間違いないものが作り上がっているなっていう感じが僕はしていますけどね。まだまだ都は始まったばかりですから。そうですね。はい。今からじゃあ次の神社行きましょうか。そうですね。早く次行きたい。もう早く次行きますか、じゃあ。次行きたい。もうお腹いっぱいだと思うから。そうですね。お腹は減ってますが、お腹いっぱいです。昼ご飯抜きだ。宮司さんの話聞いてるとき、私めっちゃお腹グーグーなってたもん。宮司さんだけにな。それでは次に行きたいと思います。行ってきまーす。はい。黒森神社にやってきました。はい。宮古市2カ所目、黒森神社です。黒森神社は、義経さんが、義経が仲間たちと山にこもって修行したりとか、隠れてた場所の神社です。そうですね。はい。今から早速行ってみましょう。はい、やってきました。ここは黒森神社の本殿ですね。本殿です。旧本殿跡っていうのはもう少し下に過去にはあったそうなんですけども、新しく作られたのが、こちらの本殿になります。めっちゃ彫刻綺麗。彫刻すごいですよね。至るところに細かい彫り物がたくさんある、すごい立派な本殿ですね。では、ちくわさん、なんでここに来たと思います？隠れるために来たんです。そうですね。もともとは隠れるために、ここに来たんですね。追ってから逃れるために来て。ここがある場所っていうのは、宮古の市街から結構山をね、登ってきたところにあります。で、細い道がね、ずっと続いていて、杉の木ですかね、がすごく密集して生えている、隠れるには最適な感じの場所ではないかなと思いますね。ここで多分一日かくれんぼしてたら私見つからない自信ありますよ。そうですね。もしかしたら、そのまま白骨化するまで見つからない可能性だってありますね。かくれんぼをするために、ここにやってきたんですけど、もうそれだけではないですよね。いや、あるんですよ。ありますよね。もうただやっぱ隠れてるだけじゃ、義経ですよ。名将と歌われた義経。隠れるだけじゃ済みませんよ。そうですね。もうその間に修行も兼ねて、そうですね。来てるんです。ここの黒森神社、なんと、義経と義経の家来たちが書いた般若心経が、なんと、ここでクイズです。ここの黒森神社、般若心経を書いた巻物がありました。この般若心経、何巻あったでしょうか？ 1、3巻。2、20巻。3、300巻。4、600巻。5、1500巻。ティッテ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 。はい、正解は、なんと、ちょっと待ってや。はい、正解はなんと、はい。600巻。4番の600巻が正解ですね。とにかく600巻ですよ。すごくないですか？いや、すごいよ。600巻を、どれぐらいの期間で書いたと思いますか？3日。書けるわけない。どう考えても無理。義経と主従やからね。主従。はい、主従って言って。主従？はい。はい。主従が。家来が書いたからやっぱ3日ぐらいで。無理です。3年3ヶ月です。3年3ヶ月、義経はこの地域にいたわけですね。その期間にここで般若心経を書いてるわけでありますね。で、その般若心経、もともと600巻あったと言われる般若心経なんですが、ここにはもうないんですよ、今。ないです。で、それは、その、有香が知りたいじゃないですか。有香がね。知りたくないですか？どこにあるのか。ここです。よくわかりません。600巻のね、その有香っていうのは、この神社にはないですけども、この近くにあります。なんと、この周辺にね、お住まいの方々が600巻を少しずつ分けて、なんと個人で所有してるんですよ。
まあ、所有というか保管ですね。見せてもらえる。見せてもらえる可能性はありますが、人脈を駆使して、今こそ人脈の力を見せるとき。なので、まあ僕の周りのね、独身の女性の方いらっしゃったら、その家に嫁いでいただいて、まずね、見れる環境づくりというところからしてしまえば見れるんじゃないかなと思いますけど、まあ、とにかく600巻個人が所有してますし、はい、見れないんですよ、これ。見れません。で、600巻がね、これ集まることもないですよね。見たいです。見たいですよね。なので頑張って見に行こうと思って、様々ちょっと手を尽くしたんですけども、見れてはいない。でも、個人の方が大切に保管し、この地域の方々で長い年数でずっと、もう何年ですか？約900年近く保管をして大切に守り抜いていると。なので、そう簡単に見れるものではないということですね。やっぱあるってことですよね。あるのは間違いません。それが現存してるっていうことですよね。はい。なので、その3年3ヶ月という期間、ここにいたというのは間違いないと言われてますし、600巻、般若心経をね、書き記して、ここに収めてあったっていうのも間違いないということです。般若心経を書いたらどうなるんですか？やっぱりこう、徳を詰めると言われてますし、まあ、幸徳ですね。極楽浄土に行ける的な、あれですよね。そう。極楽浄土に行けると。まあ、そういう教えがね、あるわけですよね。教室ではもともと鞍馬寺で、そういった、般若心経をね、学んだりしていますので、はい、神社ではありますけど、お寺のね、そういった般若心経とかね、徳を積んでいくとか、極楽浄土とか、神道の考え方とは違うじゃないですか。でも、そこはね、はい、どちらも合わせて神社も大切ですし、そしてお寺も大切ですし、素晴らしい心がけですね。この黒森神社にも、神社だけじゃなくて、さっき奥見てきたら、ごま堂跡っていう、ごまだけの仏教の跡があったんで、実際にしてたんだろうなっていうのは想像つきますよね。神仏集合ですね。大集合。大集合です。はい。まだまだ見る地域ね、たくさんあるので、この義経の奇跡をね、持っていこうと思ってますので、楽しみにしてくださいね。レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。マネクマチャンネル。はい。やってきました。横山八幡宮。階段ですね。僕、階段がね、そんなに好きじゃないんですよ。そんな好きじゃないどころか、まあ、世界で一番嫌いなものは階段だと言っても過言ではないぐらい、階段が嫌いですね。その理由としては、やっぱり硫酸がもうめちゃくちゃ溜まってくるんで、それがね、嫌なんですよね。嫌いなんですよ。っていうね、しょうもない情報をお届けしましたんで、早速本題に入っていきましょうか。横山八幡宮は、宮古市の宮古っていう地名の由来になった場所です。宮古という町の名前の由来になったところ？なんか今噛みました、私。宮古という地名の名前の由来になったって？なんか噛んでた。宮古という名前の由来になった神社？はい。なんで横浜なんですかね？なんで宮古八幡宮じゃないんでしょうね。なんかせっかくそんなありがたいのに。ですよね。そこは深く掘り下げずいきましょう。はい。あまり気にしないでくださいと。今からタカちゃんの好きな階段に行きます。では行きましょう。階段頑張って登ってきます。ちくわさんはもちろんダッシュで行きますよね。はい。うさぎ跳びで行きます。うさぎ跳びダッシュ行きます。じゃあ行きましょうか。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。はい。こちらやってきましたね。情報はね、たくさんありますので、カンニングしながらやっていきます。ここからはストレッチハンター改め、カンニングハンターちくわでお届けいたします。横山八幡宮っていうことなんで、やっぱ横山さんが関係あるかなって思うんですけど、実は関係ないんですよ。鈴木さんです。鈴木さんです。横山八幡宮だけど鈴木さんです。鈴木さんです。その鈴木さんって一体、誰なんやと。知ってますか、鈴木さん。一郎ですかね。惜しい。一郎さんじゃない？いや、三郎さん。すごい惜しい。惜しい。鈴木三郎さんです。はい。鈴木三郎さんっていうのは、義経の家臣の人です。で、義経より人生は先輩なんで、年上の方なんですけど、過去に大活躍した人で、あれよ、一ノ谷の合戦とか、壇ノ浦とかで、もうなぎ倒しまくっとったイケイケの年上の人なんですよ。で、平家が滅亡した後は、義経のお兄ちゃんの頼朝藩に、今の山梨県の甲斐国の領地を与えられて、もうご隠居か。隠居生活聞いてる？います。絶対聞いてる。隠居生活をしてはったんですよね。そうですね。知ってる？まあ、隠居です。はい。お茶飲んでました、ずっと。縁側で。そんな老後を送りたいです。隠居してたんですけど、義経がお兄ちゃんとバトって、奥州に逃げたという噂を聞きつけてですね、
心配でしゃあないわけですよ。年下がね。はい。可愛い年下のね、義経ちゃんがね。心配でしゃあないから、もうちょっともう、奥さんと子供を置いて、今日俺欧州行ってくるわ、言うて、バー行ったんですよ。で、やっぱもう結構な距離あるから、もう荷物を持たれへんから、なんか腹巻きっていう、鎧のね。鎧の。とこにこう、つけるやつね。腹巻きつけておられますね、今ちょうど。つけてませんけど。はい。腹巻きいうもんをつけてですね、体一つでも欧州に行ったっていう情熱のあるような方なんですけど、その人が、まだ義経がさらに北行くっていうなった時に、もうわしゃ年やと、ここまで来たけど、ちょっともうこれ以上一緒に行ったら、ヨボヨボなって、もう逆に迷惑かけてまうと。いうことで、この横山八幡宮に残って、このお宮さんを守る宮守になったっていうような場所です。なるほど。しかもそのご縁が現代でも続いてて、例大祭っていうお祭りがあるんですけど、神社の鈴木さんが住んでた近内っていう地名あるんですけど、そこの地区から神様のわらわらわらと来る行列がスタートするっていうのが慣例になってるっていうので、鈴木さんとのご縁が今も残ってるということでございます。ということは、鈴木さんがいたことはもう間違いなさそうですね、どうやら。そうですね。残ってる。なるほど。やっぱり義経がここにいなければ、鈴木さんここ来てないですよね。来てないです。平泉でもしね、義経が亡くなってるのであれば、鈴木さんはね、もう帰ってたでしょうし、まだわざわざこのね、都に来ることなかったでしょうしね。実は鈴木さん、平泉で義経と一緒に自害したっていう言われてる説もあるんですけど、都にはそういう説が残ってるんで、ここに一緒に死んだのかなっていう、その義経が死んでないっていう体でいくと、鈴木さんも死んでないんじゃないかなと。はい。まだね、まとめには早いかもしれませんが、義経は死んでません。死んでません。僕の中ではね、確信を持ってやっておりますけども、死んでないんじゃないかなと思って、でもやっぱり自分の目で確かめるために、こうやってね、義経の奇跡を追ってるわけですけどね。はい。どんどんこういった、ゆかりであったりとか、こういった証拠のようなものが他にも残ってると思いますので、はい。そういうところもこれから行ってみましょうか。行きましょう。はい。では行ってみましょう。行ってきましたね。いや、どこに？違う？あれ？違ったっけ？本題入っていいですか？本題入りましょう。はい。義経の奉納した般若心経が横山八幡宮には100巻あります。100巻ね。すごい数ですね。それがちょっと見てみたいと思うのがね、視聴者さんと私の人間の差がだと思うんですけど。僕も見たいです。見たいですよね。見たいです。多分もう全人類がそう思ってると思うんですよ。今回ちょっと私アポ取り挑戦してみました。ありがとうございます。その結果、申し訳ございません。申し訳ございません。私の人脈を駆使した結果、申し訳ございません。見せていただけませんでした。電話でちょっと取材させてもらったんですけど、宮司さんも、宮司さんになるときに、その宝物の表があるらしいんですよ。でその表と実際に目で見たものが一緒なのかどうかっていうところを、数が合うかどうか、内容が合ってるかどうか、ネズミとか虫に食われてないかどうかっていうのをチェックするためだけに見るそうで。棚卸しですかね？正規の棚卸し。宝物の棚卸し。世代交代の棚卸しみたいな。世代交代の棚卸し。なかなかすごいですね。いや、そう。在庫確認。在庫確認。で、品質確認も含めて。品質確認も含めて。そうです、そうです。やると。はい。でそれでしか見れないそうなんですよ。で、宮司の僕が、一生に一度しか見られへんものを、なんで電話で人脈も大してない、血筋もない、どうしてそんなやつに見せないかんのだと。ごめんなさい。ちょっと見せてもらえなかったんで、口がだいぶ悪くなってるんですけど、だいぶ優しく言ってもらってますよ。だいぶ僕さえ見してもらわれへんのになんであなたに。そうですよねってなります。ごもっともです。いやもう本当もう、偶のでもで。無茶をしてるのはこちら側ですからね。そうです。もう本当お願いする立場なんで、もう悪く言うつもりはないですけど、でも、それを見たいと思うことが、そもそもどうなんですかみたいな。バチ当たりではないんですか。それはちょっと持ってますよ。やっぱ関西人なんで私。そうですね。若干森は入ってるんですけど、そもそもそういうものがあるかないかを気にしていてはダメだ。で、この地域ではそういう、ほぼご神体である書物を見ると、目が潰れるとか、家が潰れるって言われる。災いの元ってやつですね。そうです。あんまりよろしくないことだと伝えられていて。なるほど。はい。ちょっとそういう郷にいれば郷に従いのルールを何も知りませんもんで、見せてくれと、家が潰れる、目が潰れることを言ってしまったわけなんですけど、めっちゃ目開いてます。
潰れてますね。今日まではセーフ。すごくね、元気に話してますけど、多分、その時は結構ショックを受けてたと思いますね。今はね、今はだいぶ元気ですけど。立ち直ってますからね。はい。というぐらいなんで、でも、言っちゃってるんですよね。あるかどうかも言えないと合わせて言われたんですよ。電話で取材させてもらった時に。でも言っちゃってんのよ。品質確認、棚卸しする言っちゃってる。あるやん。あります。あります。あります。義経の100巻の般若心経はあります。絶対ある。話の素振りから見え隠れしておりましたんで、私たちはあるということで確信していきたいなと思うんですが、どうでしょう、今の話を聞いて。もう100巻って数字ももう出てますし、ないものをね、あるとはなかなか言いづらいところもありますしね。もう具志さんも、この世代交代の時に確認するんですと言ってる時点で、もうそういったものがあるというのは、もうわかるのかなと思いますので、これは間違いなくありますね。あるかどうか、もしなかったとしても、この神社のね、入り口の横にある立看板には、狐伝説、ここに来たというのが、明記されております。はい、あります。あろうがなかろうが書いてます。書いてますよね。はい。横に書いてあるんですよ。はい。しかも、ここに来たよという部分を強調して、色変えて書いてます。黄色で書いてる。素晴らしいアピールじゃないですか。そう。関係ないとは言わせない。言わせない。はい。もう絶対言わせないよ、私たちが。ということで、の横山八幡宮には般若心経もあるし、実際に来てるし、鈴木さんとも関係があるということで、結論付けていいですか？大丈夫です。わかりました。この言葉を聞いて安心しました。こちらからは以上です。タカちゃん、今交渉中ですか？聞いてきますということ。あ、なるほど。ちょっとやっぱり、見たいものがね、ありますからね。そうですよね。そこをちょっとなんとかなりませんかと、どちらとお話ししてみましたけど。はい。ちょっと聞いてきますよ。タカちゃんの交渉術を。ありますんで。楽しみです。大丈夫でしょう。一応ね、名前も一応名乗ってきました。しかも八幡宮だったらですから。そうですね。はい。僕の、系統ではあります。そうですよね。じゃあ得意分野というか、血筋もあるということで。いけるのが当たり前というか。そうですよね。だって自分の家のね、書類見れないのかって言ったら見れますからね。そうですよね。見れないはずがないと。思ってますけどね。そうですよね。あ、来ました。あ、はい。なんか受け取ってどうだったんだろう。池高ちゃん。なんか。寒いです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、失礼します。どうでした？ダメでした。なんですいません。わかりました。無理です。あ、それはだってそうですよね。ダメですって言ってました。血筋を持ってでも、交渉術を持ってでも。玉砕です。あ、わかりました。じゃあ、行きましょうか。申し訳ございませんでした。すいません。ダメでした。次のところで、なんかいいことあります。はい。はい。はい。今日ですね。はい。行ってきましたね。どうでしたか？痕跡がいっぱい宮古市にも残ってて。ありましたね。ありました。やっぱり義経は。江戸へ来ました。来ましたね。その理由がだって見つかりましたもん。そうですね。はい。江戸へのルートをね。信頼なる秀衡さんから遺書みたいなのを。ありましたね。はい。秘密のお手紙いただいて。あったんで、確実に行ってるし。で、多分その平泉とか、金色堂とかを見てると思うんで。そうですね。世界に何があるかもある程度知ってたと思うんですよ。そうですね。はい。情報を得た上で、江戸へ向かったわけですね。はい。行ってますよ。もう希望に満ち溢れて。そうですね。はい。もう、これは江戸に行って、一花咲かせる。それぐらいの気持ちで行きましたよね。そうですね。もう江戸見てませんよ。完全に大陸見てますね。かっけー。めちゃくちゃかっけーな。やっぱり棒読み。この景色を見て、義経は大陸を思い浮かべてたんですね。そうです。きっと海から行ったんでしょうね。もしかしたら、義経もここから船を浮かべて出たのかもしれませんね。そうですね。行くしかありません。行きますか。はい。いよいよ僕たちも行くことになりますか。来ますよ。
行くしかねえよ、もう。はい、海猫も祝福してくれてます。さあ、それでは、いざ、八戸、参らん。